人事評価の2つの視点、絶対評価と相対評価について情報提供させていただければと思います。組織で働いている以上はですね、人事評価あるいは人事効果と言ってもいいんですけれども、これは避けては通れませんよねということですね。ですから上司と部下との関係においてですね、できる限り100% 納得をすることは難しいんではありますけれども、きちんと折り合いをつけていくっていうのがやっぱり上司にとっては求められる姿勢かと思います、ね。そもそも人事評価っていう何でしょうかということなんですけれども、印象や主観による評価を排し、社員の勤務実績、能力、人物的資質などを組織的秩序的客観的に把握評価する仕組みのことを人事評価というふうに言いますですね。ですので評価者によってルールですとか目線ですとかこういったものがバラバラではこの人事評価の制度というのは機能しませんということなんですね。ですから折を見てね、全員同じ認識をしているのかどうか、同じ目線で見ているのかどうか、そんなところをですね確認をし合うということが実はこの人事制度をうまく回す意味では重要なポイントになってこようかと思います。でこの人事評価の目的なんですけれども、大きく4点挙げさせていただきます。1点目、公平で納得度の高い処遇、ね、それから2点目、適材適所の人事活用、3点目、チャレンジを促す人材育成、そして4点目が組織の活性化ということでございます。で実はですね、この今申し上げた1点目と2点目についてはですね、皆さんが慣れてらっしゃるかと思うんですけど、相対評価を使うことで、人事評価を回していくんですけれども、今日ぜひ意識をしていただきたいのはですね、3番目4番目、人材育成と組織を活性化するにあたっては絶対評価っていうのがまずベースになりますというところをぜひ今日押さえていただければというふうに思っています。絶対評価と相対評価が違うっていうのはもう皆様ご理解いただいているところだと思いますのであまり深くは申し上げませんけれども、絶対評価で評価するものというのはですね、その方の本人の能力ですとかあるいは実績、パフォーマンスと言ってもいいんですけれども、今年度中の実績あるいは能力を開発をしてどれだけ能力が上がったか、そういったところはですね必ず絶対評価で評価をしますということなんですよね。一方相対評価というのは何であるかというとですね、組織というのは例えば先ほど処遇という話もありましたけれども、処遇をするにあたっての原資というのは限られますよねと。ですからその中で原資配分をするために相対評価というのがありますということなんですね。でよく一次評価者の方ってですね、ご自身の評価とこの後上司に上がった時の評価が違うのでフィードバックが非常にしづらいというふうにおっしゃられる方もいらっしゃるんですけれども、これはですねある意味仕方がないところなんですね。一次評価は基本的に絶対評価で行います、ね。一方で二次評価以降は相対評価で行いますので、一次評価できちんと絶対評価をした時にですね、このあと上に上がった時にですねひょっとしたら評価が相対評価で変わるかもしれないっていうのはあらかじめやはり伝えておく必要がありますということなんですね。これは評価の仕組みを知ってないとですねなかなかこれ伝えられないところではあるんですけれども、なかなか中間管理職っていうのはねお立場としては大変なところではあるとは思うんですが、是非そんなところも配慮していただければいいかなと思いますね。何よりもですねこの評価っていうのは毎年毎年来るわけですけれども、そこで良かった良くなかったではなくって中長期的な視点でメンバーをきちんと育成をしていくというのが一番大きな目的になろうかと思いますのでね、是非ちょっとそんなところを意識をして絶対評価と相対評価の違いについてご理解いただければというふうに思いますね。以上人事評価の2つの視点、絶対評価と相対評価について情報提供させていただきました。